どうも、工作室担当、仮のことのはあかねです。今回は、この振動ドリルを修理してみるな。型番は、廃工機 PV36DA とかいうやつな。見ての通り、スイッチ押しても動かんのよ。モーターも回らんし、音も鳴らんし。見た目はそこそこ綺麗なんやけど、完全にめげとるみたいやな。けど、電池があかん可能性もあるからな。試しに、このインパクトの電池と入れ替えてみるわ。こっちは、現在ちゃんと回っとるからな。ほな、お互いの電池を取り外して入れ替えてみるな。やっぱり、振動ドリルの方は動かんわ。インパクトの方は普通に回っとるな。やっぱり本体側に問題あるんが確定したな。ほな、分解して原因調べてみよか。まずは電池を外さんといかんのよな。ショートしたら爆発するかもしれんからな。電池が外れたらカバーを開けていくわ。正面から見て左側のカバーが開くんよな。なのでこっち側についてるネジを外していくわ。ちょうどインパクトドライバーがあるんやけどな。回転早すぎたらネジの頭が削れてまうからな。今回は手回しで緩めていくわ。中の人がせっせとネジ緩めとる間に、このドリルが壊れた経緯でも話しとこか。実はな、昨日までは普通に動いとったんよな。ところが 40mm のアクリルに穴開けとったらな、突然回転が止まったんよ。それ以降動かんようになってしもてな。イメージとしてはこんな感じの厚みやな。実物は重くて運べんから別もんやけどな。穴のサイズは 65A のソケットやから、これくらいやな。まあこれはエルボやけどな。ってことで故障原因はわからんでもないな。多分あの部品が怪しい気がするんよな。みんなも予想してみてよ。ってことでネジ外しに戻るわ。これで側面のネジは全部外れたな。正面にもネジがあるから外していくわ。左側についてる2本を外せばいけるな。ここのネジが長いから結構力いるんよな。これで必要なネジは全部外れたな。あとはパワーでカバー開けるだけやな。パワーは全てを解決するからな。無事に外れたみたいやな。ほな、中身を見てみるわ。見た感じ断線はしとらんな。燃えたりもなさそうやな。まあ、故障原因は見当ついとるけどな。分厚い板に穴開けとるときに止まったからな。多分、カフカに間違いないわ。カフカっちゅうことは、ヒューズかモータードライバーやな。普通は、ヒューズが先に切れる設計よな。ほな、ヒューズ調べてみるわ。その前にネジをしまっておくで。邪魔やし、なくなったら困るからな。そこらへんに落ちとった皿に入れとくわ。これで、だいぶすっきりしたな。ヒューズは、この収縮チューブに入っとんのな。このままやとわからんから、剥いてみるわ。ダイソーの高級カッターで切れ目を入れます。一緒に線を切らんように注意せんとな。もちろん自分の手も切らんようにな。切ったらごっつい痛いからな。切れ込みが入ったら収縮チューブを剥ぎ取るわ。結構硬いんよな、これ。ヒューズが出てきたけど、この位置やとよう見えんな。カメラに近づけて観察してみるわ。ああ、やっぱり切れとるみたいやな。
胴体部分が溶けて蒸着されとんな。ケースについとる黒いシミみたいなやつな。ってことはヒューズ交換したら動く可能性高いんちゃう？ほな準備しよか。ハンドゴテ用意したわ。グートの TQ95 とかいうやつな。即熱ハンドゴテやからな。普段は 15W やけどボタン押しとる間は 90W で加熱されるんよ。今回みたいに熱容量の大きいやつに最適なんよな。押しすぎたら赤く光って寿命縮むけどな。ほならヒューズの配線外していこか。配線太いからボタン押して加熱するわ。溶けるまで温めたら引っ張って線を離すわ。もう一本も同じ感じで外していくな。これでヒューズの取り外しは完了やな。新しいヒューズを注文せんといかんな。使われとったんは車と同じ平型ヒューズやな。容量は 40A やからオレンジやわ。色で見分けがつくようになっとるんよ。ほなら密林でポチるとしよか。12,000 years later。お届け物なのだ。部屋まで入ってこないでクレメンス。不都合と感じる場合は接近音をオフにすることが可能。ゲホゲホ。ほんまあかんやっちゃな。それはともかくヒューズが届いたみたいやな。早速袋から出してみるわ。これみたいやな。あれなんか違うような。外したやつと明らかにサイズ違わん？あかん、別の頼んでしもたわ。これではドリルの中に入らんわな。しゃあないからうちの R32 から外してきたわ。注文してもなかなか届かんしな。34年前のやつやけどまあいけるいけるやろ。スペアで入っとったから通電もしとらんしな。それではヒューズ取り付けていくわな。まずはヒューズの足にフラックスを塗ります。これでハンダが乗りやすくなるんよな。フラックス塗ったらあらかじめハンダを持っときます。電線と一緒にハンダつけるんは難しいからな。手早くやらんと熱でヒューズ切れるんよな。ハンダが漏れたから近づけて見てみるわな。反射してよく見えんけど切れてないみたいやな。ほならドリルに取り付けていくわ。下準備しとるから溶かしてくっつけるだけやな。一応電線側にも置いハンダしとこか。鉛入っとる方が溶けやすいからな。そしたらヒューズと合体していくわ。ターボボタン使うて手早く済まさんといかんな。ヒューズや電線の被覆がふにゃるからな。片方の足はついたな。残りの方もやっていくわ。これでヒューズの接続は完了っと。カメラに近づけて切れてないか見てみるわ。バッチリついとるみたいやな。ヒューズの方も切れとらんみたいや。絶縁のために熱収縮チューブをかぶせるわな。この 15mm のがちょうどええんやないかな。っていうかこのハサミ全然切れんのやけど、もしかして右手で使わんと切れんやつか。そうだったみたいやな。ヒューズに収縮チューブをかぶせてっと。あとは
ドライヤーで温めて収縮させるだけやな。これしばらくかかるな。カットやな。収縮チューブが出来上がったみたいやな。ちゃんとカバーが閉まるか一回合わせてみるな。ヒューズを隙間に押し込んで配線を溝にはめるんやな。飛び出しとったらカバーに挟んでしまうからな。気ぃつけんとな。ほならカバーをかぶせてみるわ。内容物を押し込んでっと。ちゃんと隙間なく閉まるみたいやな。閉まるならネジ締めても問題ないいうことやな。まずはネジを穴に刺していくで。物事は準備が肝心やからな。ほならドライバーで締めていくで。ひぎ16倍速。偏るといかんから均等に締めていくな。これが均等なのかは諸説あるけどな。笑い。これで全てのネジが締め終わったみたいやな。バッテリーを取り付けて回してみるわ。ちゃんと回っとるみたいやな。これで修理は完了みたいやな。ちなみに次回の予定やけどな。これを修理をせんといかんのよ。何の機械か当ててみてな。というわけでまた次回な。ほなさよなら。